皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの空の旅について取り上げていきます。一般的な話として、旅客機を利用しての旅行というものは、安全性は高いものとしてみなされています。というのも、日常的に使われる自動車よりも、はるかに事故に遭遇する割合が低いことから、世界的に見れば、亡くなっている人数は圧倒的に自動車事故での方が多いからです。しかしそれはあくまでも全体を押しなべた時の話であって、地域や航空会社を限定した場合においてリスクは全く異なってきます。特にロシアにおいてはソ連時代からの伝統として決して安全性が高いわけではありませんでした。しかも現在のロシアにおいては状況が悪化する要因というものが積み重なっています。今回の動画ではロシアの空の事情について改めて状況の推移を追っておきましょう。朝日新聞の記事より、ロシア極東で旅客機墜落、40人以上死亡か、機体製造から50年近く、ロシア極東アムルー州で乗員乗客40人以上を乗せたロシアの小型旅客機アントノフ24が墜落した。タス通信は当局の情報として全員死亡したとみられると伝えた。当局は機体の不具合とパイロットの操縦ミスの両面で事故原因の究明を進めるとしている。旅客機は地元の航空会社アンガラが所有。アムルー州を出発後、目的地のティンダ近くで消息を絶った。空港から約16キロ離れた山に墜落して炎上しているのが見つかったが、ヘリが着陸できず、上空からは生存者が確認できていないという。旅客機は1回目の着陸に失敗、2回目を試みていたとされ、視界不良で山に激突した可能性も指摘されている。インタファクス通信によると、機体はソ連時代の1976年製で、すでに50年近く使用。2018年には事故により翼を損傷していたという。また、ロシアの独立系メディアによると、アンガラ社の同型機は5月26日にも、シベリア東部の空港で着陸時に前輪の部品が壊れて滑走路外に出たという。ロシアではウクライナ侵攻後、部品不足から航空機の生産や整備が問題になっており、老朽化や整備不良などによる事故や欠航が相次いでいる。この件について報じている別の記事もちょっと見ておきましょう。ロシアのタス通信によると、この7年間で今回墜落した飛行機は少なくとも4回の事故を起こしている。2018年には空港の誘導路から転落し、依頼心に衝突して翼を損傷。2022年4月3日には飛行中に他の航空機の接近警報システムが誤作動。同じく2022年、こちらも目的地へ向かっての飛行中に発電機の故障により出発空港に戻るトラブルが発生。そして2025年3月、機体が飛び立つ前に無線機が故障したため駐機場への引き返しを要請する事態となっていた。墜落したアントノフ24は東シベリアの国内路線を運航する主要航空会社の一つ、アンガラ航空の機体だった。タス通信の当局筋によると、離陸前は技術的な問題はなかったという。ロイター通信によると、この航空会社の経営者は、新しい機体の不足を理由に、50年前の旅客機の飛行許可を申請した。その結果、今回墜落した機体の機体証明は2036年まで延長された。ロシア当局はまた老朽化が進んでいる他の航空機についても耐用年数を10年延長することも検討しているという。現在ロシアによるウクライナ侵攻に伴ってロシアの民間航空機は厳しい国際制裁下に置かれています。アメリカや EU を含む西側諸国はロシアへの新しい機体だけではなく既存の機体に対するスペアパーツの供給も禁止しています。民間航空への制裁措置を受けて、ロシア当局は国内航空産業の復興に向けた野心的な計画を発表。2030年までに航空会社は中型の旅客機を51機、小型の旅客機を105機を含む合わせて1000機以上の国産航空機を生産する計画を発表しています。しかし、コメルサント紙によると、2022年から2025年の3年間で生産された航空機はわずか5機。計画1000機以上に対する進捗としては壊滅的な状況となっています。今回の墜落事故に関しては直接的に整備不良や機器の故障といったものがはっきりと分かっているわけではありません。一度空港に着陸しようとしたがこれに失敗し、改めて着陸しようと飛び立ち、その後墜落したものとみられています。機体の整備不良による原因があるのか、それとも単純にパイロットが何かを失敗してしまったのか、その原因については不明です。ただし、現在のロシアの旅客機には
非常に多くのトラブルが発生していることが以前から指摘されていました。例えば、ロシアによるウクライナ侵攻の翌年2023年にはこのような記事が出ていました。経済制裁にあえぐロシア、航空機トラブルが1年で3倍に、整備不良もお構いなしに飛び続ける。ロシアの運輸大臣によれば、ロシアは2022年2月以降、2023年には欧米の制裁措置により旅客機76機を失ったという。例えば、2023年の10月は最初の8日間だけで8件の航空機トラブルが発生。旅客機がエンジントラブルのため緊急着陸。その他も大小様々な故障や整備不良が問題化しているという。トラブル発生が急増している理由というのは、保守点検用の資材が調達できないことにあります。2023年段階においてすでに以前と比べて多くの航空機の交換部品や保守点検用資材を入手するのが困難になっている。そのため、メーカーの認定を受けていない交換部品が一部の航空機に使われ始めていると報じられています。そして2024年には使えなくなってしまった旅客機も多発するようになりました。産経新聞、エアバス34機が運航できず中期状態に、ロシア制裁の影響で修理できず、ロシアの航空会社が運航するヨーロッパ航空機大手エアバスの旅客機のうち34機がロシア制裁の影響で修理できず中期状態になっているとロシア紙コメルサントが報じている。これらの機体は大規模に引退する見込みだとしている。これらの機体はアメリカプラット&ホイットニーのエンジンを搭載しており、制裁のため修理で国外に持ち出したり、新規のエンジンを持ち込んだりすることが不可能な状況だという。ある程度使える部品があるものについては共食い整備といって、動かす機体を一つ決めたら、それ以外の機体についてはもう部品取りのため解体していくばかりといったことが起こります。そのようなことをしてもなお動かない機体といったものがすでに2024年には大量に発生していました。2025年の乗り物ニュースより、ではそのような共食い整備、それだけで何とかやっていけるかというと、やはりそれにも限界があります。ロシアの旅客機共食い整備かなり厳しい状況下、アメリカ司法省がパーツ密輸で3人を起訴。アメリカ司法省が2025年2月、オハイオ州に拠点を置く航空機部品サプライヤー、フライトタイムエンタープライズと従業員3人を起訴したと発表しました。被告らは密輸共謀罪と密輸罪などの複数件で起訴されているとのこと。同省によると、被告らは商務省から必要な許可を得ずにアメリカからロシア及びロシアの航空会社に向け航空機部品を違法に輸出したとして起訴されています。フライトタイムエンタープライズはロシアの航空機部品サプライヤーの子会社でロシアに輸出はしないと虚偽の証明書の提出を行った後、ロシアに向け補助動力装置などを輸出したとのことです。ロシアは現在ウクライナ侵攻を契機とした欧米国側の制裁を受けており、旅客機のスペアパーツの購入やメーカーからの整備サポートを受けることができない状況が続いています。同国ではそれ以来、多くのボーイングやエアバス機で深刻なパーツ不足に陥っており、ロシア国内で運用している旅客機関でパーツをやりくりする共食い整備で対応し、運航を続けているとみられます。このようなロシアの航空業界にまつわる記事は、状況が悪化していることを刻々と伝え続けています。こちらは2025年1月の記事。ロシアの航空機相次ぐエンジントラブルで空港に U ターン。長引く経済制裁で航空業界の墜落も近い。ロシアの民間航空機の3分の2はボーイング製とエアバス製。制裁措置には航空機のメンテナンス停止や新しい機体の供給停止が含まれており、ロシアの航空産業を継続的に悪化させる可能性が高い。分析会社オリバー・ワイマンによれば、ウクライナでの戦争が始まる前に1000機以上あったロシアの民間航空機の数は2026年には半分以下になると予測されている。乗客の安全に対するリスクも高まるだろう。ロシアの独立系新聞ノーバヤ・ガゼーダは2024年11月までの1年間に発生した航空機事故は208件で前年同期と比べて 30% 増加したと報じている。戦争が終わったとしても欧米企業はロシア航空産業との取引をためらうかもしれない。ロシアは欧米からリースした航空機を期限が来ても返さないからだとその理由を述べた。ソ連時代まで遡ればソ連とアメリカとの対立関係がありましたから、欧米製の旅客機をソ連が使うことは基本的にはありませんでした。国産の旅客機を使って誰しもが空の旅をしていたのです。ただしその時代からしても
別にソ連製の旅客機の安全性が十分高かったとは言えません。その上ソ連崩壊後においては、欧米の航空機メーカーとの間には明らかに安全性の差が出てきてしまいました。現代においては欧米製の旅客機の方が安全性や経済効率性などにおいて圧倒的に高い品質を示しており、そのことはロシアも認めていました。だからこそ、ロシアにおいても欧米製のボーイングやエバスの旅客機というものが大量に利用されていたわけです。しかし、ロシアによるウクライナ侵攻によって状況が全く変わりました。それまでロシアの航空機会社は非常に多くの欧米製の旅客機をリースして使っていたのですが、制裁の影響に伴って機体の返却を迫られました。この時借りていたものを返さない国内法においてこれを接収するものとしてしまいました。わかりやすく言えば強奪してしまったわけです。これによってたとえこの後何か国際的な状況がガラッと変わって欧米系の企業と取引できるようになったとしても、取引が正常化されるまでには非常に長い年月を要する可能性があります。そのため、なんとか自作の部品で取り替えられないかであるとか、正規の部品を密輸でなんとか手に入れられないかといったことが試されてきたわけです。第一段階としては、まずは同じ欧米製の旅客機、使わないものをこれと決めたら、そこからは部品をどんどんと取って飛ばすための航空機に付け替えていきます。いわゆる共食い整備です。そのようにして共食い整備を進めていくと、本当に使えない旅客機がどんどんと増えていくこととなります。しかしそれだけでは国内国外ともに飛行機を飛ばし続けることができなくなるわけですから、ロシアとしては国産旅客機をたくさん作って欧米製からの自立を果たそうといった計画が立てられました。しかしロシアの国家予算は現在軍事費が3割で、その他の部門については予算の圧縮を迫られています。これまで欧米の企業に圧倒的に遅れていた国産旅客機をどんどんと作ろうと思ったとしても、そもそもその自力が全く足りず、3年間で5機の飛行機を作るのがやっとというような状態であったわけです。これには一つ原因があります。なぜならば、国産旅客機ですよと言って作ったその機体そのものが欧米のメーカーから部品を取り寄せて作ることを前提としていたからです。これはなぜかというと、ロシア国内で作るよりも基本的には欧米の企業が作った部品の方が品質が高く、また値段が安定していたからだと言われています。ですから、設計段階においてすでに欧米の企業の協力を前提としていたものでしたから、作ろうと思っても作るに作れない状況が続いてしまったわけです。ちなみにロシア政府としては航空機の製造においては戦闘機についてはなんとかこれを作って海外に売れないかというのを試していますし、爆撃機についてはウクライナ軍にかなりやられましたから、それらを補填するための製造ラインを動かしていると言われています。こういった事情を考えれば、少なくとも私だったらロシアで旅客機はちょっととてもじゃないが乗れないなというふうに思ってしまうわけですが、そもそもの話としてロシア国民がこのような事情を知っているのかという問題があります。ロシア国内においては基本的には欧米からの制裁は受けているが、ロシアは全く何の問題もない。むしろ2022年の制裁以降、ロシアはより強くなったのだというふうに宣伝を続けています。ですからこれまでと同様にして空の旅を楽しんでいた人は変わらず旅客機に乗り続けるといったことを行っているわけです。2022年エアバスの飛行機に乗っても大丈夫だったし、2025年も同じくエアバスの機体だから大丈夫だろうと思って乗っていたら、実質その中身については整備不良の状態で飛んでいるといったことも十分起こりうるような事態になっているわけです。残念ながら誰しもが情報を自ら取りに行こうとはしないものです。政府発表で大丈夫だよ、むしろ以前よりもずっと良くなっているよと言われ続けていると、そうなのかなと思う人はどこにでもいてしまうものです。ロシアにおける情報封鎖は決して盤石なものではありません。VPN と呼ばれるような規制をかいくぐって海外の情報を手に入れることはさほど難しくはないと言われています。しかし難しくないからといってみんながやっているわけではなく、ほとんどの場合は国が発信している情報をもとにしたテレビ番組に依存した状態が続いており、わざわざめんどくさいことをして海外情報を手に入れる人というのは基本的には少数派に過ぎません。ですから事情として制裁の影響も受けてだんだんと旅客機の整備不良が進んでいる状態で、しかも完全に使えなくなるものもどんどんと増えていくよというのが外から見れば明らかなのに、ロシア国内では旅客機に乗り続ける人々が居続けるというのは、このような情報格差が
存在することに原因があります。今回の墜落事故は決して機体の整備不良だったかどうかについては分かりませんが、しかし状況そのものが良くなっているか悪くなっているかで言えば確実に状況は悪くなっていく一方なわけで、ロシアのウクライナ侵略というのは結局のところそのような国内における知らないでいいはずだった人たちを死に追いやってしまう事故を増やしてしまう原因だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。今回の動画を見られてあなたはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新が役に立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたいスーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。